皆さんこんにちは。学士通路の理科のパチです。妄想移住レポート企画の第3回となる今回は、田島町の北部、エメラル丘を調査していきます。お店も駅もない不便な高台。しかしその頂上には、ヘテロシティ最高額の物件、シルバ庭園が建っています。なぜ何もない丘が最新のタワマンをも超える価値を持つのでしょうか。その理由を街並みや地形、歴史の痕跡から紐解いていきます。それでは始めましょう。絵空町にあるバロック大通りにやってきました。まずは橋町北部の街並みを見ていきましょう。北部はエメラル丘を中心とするエリアで、入り口の一つはこのバロック大通り沿いにあります。坂道を登っていくと中腹には戸建て住宅が並んでいますが、これまで見てきた橋町の建物とは明らかに雰囲気が違います。四角いキューブ型のデザイン、ダークトーンを基調とした外壁、大きなガラス窓、どの家も似たデザインで統一されています。建物の高さもほぼ揃えられていて、橋町では珍しく専用駐車場付きの住宅が並んでいます。空中から見るとその特徴はさらによくわかります。住宅の配置や建築様式には統一感があり、アパートやマンションといった集合住宅も見当たりません。まるで一つの街全体が同じ思想で設計されたかのようです。さらに丘を登ると、頂上にはシルバ庭園があります。ヘテロシティで購入できる不動産の中で最も高額な物件です。大都市ニューホランドの超高層マンション、パレスーントやレジスクレストよりも高額なのは驚きですね。つまり、エメラル丘は橋町だけではなく、ヘテロシティ全体から見ても高級住宅地だと考えられます。続いて、買い物や交通といった生活環境を見ていきましょう。驚くべきことに、北部にはコンビニどころかお店がほとんどありません。確認できた自動販売機もここにある2台だけです。買い物をするには西部や東部、あるいは絵空町まで足を運ぶ必要があります。この時点で橋町の他の地区とはかなり違うことがわかりますね。さらにエメラル丘にはバス停も駅もないため、公共交通機関を利用するにはバロック大通りまで出るか水木駅まで行かなければなりません。つまりこの地区で暮らすには車が必要不可欠なのです。住宅に専用駐車場が備えられているのも、周辺に時間貸し駐車場が多いのも納得です。東部の魅力は商店街、西部の魅力は利便性でした。しかし北部は買い物にも移動にも手間がかかり、橋町の中でも最も利便性の低いエリアと言えます。しかし、この不便さによって得られるものもあります。それは静寂と眺望です。エメラル丘には住宅以外にほとんど何もないため、人が訪れる理由がなく、バス停も駅もないので、住民以外の人が通り抜けることもありません。中腹には広場がありますが、人影はほとんど見当たらず、ハイキングコースにぴったりな散策路にも驚くほど人がいません。エメラル丘を包んでいるのは、鳥や虫の鳴き声、そして風の音だけです。他の地区と比べてみましょう。パーティーならブドリー。エメラル丘の静けさがよくわかりますね。この静寂という贅沢は、繁華街や西部のような便利な街ではなかなか手に入りません。都市においてお店や駅は人を呼び込む装置で、便利な街には人が集まります。しかし、エメラル丘にはその装置がなく、人の流れそのものを減らしています。その結果生まれるのが、他にはない静寂です。エメラル丘は便利さと引き換えに静けさを手に入れた街なのです。そしてもう一つの特徴は坂道です。エメラル丘に住むと坂道は避けられませんが、その裏には圧倒的な眺望という価値があります。特に頂上にあるシルバ庭園からの景色は圧巻です。橋町の西部と二門浦、絵空町、ミゲル区、そしてニューホランドの高層ビル群、さらにアノマリー管理局と青い海までヘテロシティのほとんどを見渡すことができます。坂道は移動しづらく不便ではありますが、その代わりに最高の眺望を与えてくれるのです。一般的にはデメリットとされるものが、エメラル丘ではそのまま価値へと変わっています。そしてそれこそがこの場所が高級住宅地となった理由の一つなのかもしれません。
しかし、ここで一つ疑問が残ります。なぜエメラル丘のシルバ庭園はニューホランドの超高層マンションより価値が高いのでしょうか？ニューホランドはヘテロシティ最大のビジネス街で、交通も買い物も圧倒的に便利です。一方でエメラル丘にはお店も駅もありません。普通に考えればニューホランドの方が価値が高そうに思えますよね。しかし実際にはヘテロシティ最高額の不動産はエメラル丘にあります。この謎を解く鍵となるのが希少性です。希少性とは簡単に言えば代わりが存在しないことです。そしてエメラル丘には静寂や眺望以外にいくつもの希少性があります。まずは立地そのものの希少性です。ニューホランドの高層ビルはお金と土地さえあれば増やせますが、エメラル丘は違います。ヘテロシティを見渡せる高台は一つしかないからです。同じ環境を備えた土地をもう一つ作ることはできないからこそ、この立地そのものが大きな価値を持っています。もう一つは歴史的価値という希少性です。歴史的価値と希少性にはどのような関係があるのでしょうか？現代の日本を例に挙げてみましょう。赤坂、麻布、高輪、青山、日本を代表する高級住宅地として知られる街ですが、これらの地域には共通点があります。それは江戸時代から身分の高い人々が暮らしてきた土地という点です。長い歴史の中で富裕層や有力者が住み続けたことで、その土地に特別なイメージが積み重なっていき、その積み重ねがブランドになります。一度形成されたブランドはお金をかけても簡単には再現できないので、希少性につながるのです。それでは、エメラル丘の歴史的価値とは何なのでしょうか？そのヒントを探るために、エメラル丘周辺を上空から見てみましょう。ここで注目したいのは、橋町の東部と西部、そしてエメラル丘の北東にある聖書ヨットハーバーです。推測ではありますが、このヨットハーバーは、かつては物流港だったのではないでしょうか。現実でも物流港としての役割を終えた港が、ヨットハーバーや観光地へ転換された例は少なくありません。ここも同じだとすれば、エメラル丘の周辺には、橋町と港という商業と物流の中心地が共に存在したことになります。富が集まる場所には管理する有力者も必要になるので、その拠点と考えると、エメラル丘の立地は非常に重要です。ここはヨットハーバーと橋町を見渡せる高台であり、現在でもヘテロシティの広い範囲を見渡すことができる場所です。もし橋町に有力者が存在したら、この場所を拠点に選んでも不思議ではありません。実際、エメラル丘にはその痕跡も残っています。丘に入るとすぐに現れる石垣です。エメラル丘には至るところに石垣が見られます。石垣を築くには大量の石材や労働力、そして高度な土木技術が必要です。そのため、石垣は歴史的に城や武家屋敷、有力者の邸宅と結びついてきました。石垣の存在は、エメラル丘が昔から橋町の中でも特別な場所だった可能性を感じさせます。中腹まで登ると、また石垣が現れました。そして石垣の近くにあるのが灯籠です。灯籠も歴史的に寺社や武家屋敷など景観を重視する空間に置かれることが多くありました。単なる照明ではなく、格式や文化を示す景観要素として使われることが多かったのです。石垣で空間を区切り、灯籠でその格式を演出する。どちらも特別な場所であることを示す要素です。この2つが同じ場所に並んでいるのは単なる偶然とは考えにくいですよね。さらに興味深いのが繁華街との関係です。エメラル丘と繁華街は地理的には隣接していますが、繁華街から直接エメラル丘へ向かうことはできません。このように高い壁で隔てられています。繁華街から徒歩でエメラル丘へ行くには、ステーリー急便まで行き、この道から入る必要があります。さらに、頂上からはヘテロシティのほとんどを見渡せるにもかかわらず、なぜかすぐ隣にある繁華街だけは木々に隠れてほとんど見えません。これは偶然かもしれませんが、高台にあるエメラル丘と繁華街の間に物理的にも視覚的にも距離が設けられているのは興味深い点です。現実でも
権力者の居住地と庶民の町が意図的に区分されていた例があります。江戸の城下町では、受地、自社地、町人地が明確に分けられており、身分によって住む場所が決まっていました。エメラル丘と繁華街の間にある壁と木々も、もしかするとその名残なのかもしれません。そしてこの構造はエメラル丘が昔から特別な場所だった可能性を感じさせます。このようにエメラル丘には港と橋町という2つの要衝を見渡せる立地、石垣や灯籠が残る景観、繁華街との隔絶など、この場所に有力者がいたことを感じさせる痕跡が数多く残されています。もちろんこれらは全て状況証拠に過ぎませんが、エメラル丘にはかつて橋町を治めた有力者の拠点があり、その歴史が現在のエメラル丘というブランドの土台になっているのではないでしょうか。不動産の価値は便利さだけで決まるわけではなく、他では手に入らないものほど価値は高くなります。エメラル丘の価値は静寂や眺望だけではありません。ニューホランドの高層ビルとは違い、お金を積んでも再現できない立地そのものの希少性、そして積み重ねられた歴史というもう一つの希少性。これによりエメラル丘はニューホランドを上回る価値を持つのです。美しい夜景を形作るニューホランドと、その夜景を眺める側にあるエメラル丘。この対比こそがエメラル丘が持つ特別な価値を最もよく物語っているのかもしれません。これまで3回にわたって橋町を考察した結果、住みたい街ランキング1位の理由も見えてきました。東部には人との距離が近い下町のような暮らしがあります。西部には利便性を重視した計画都市のような暮らしがあり、そして北部には静寂と眺望を楽しむ高級住宅地のような暮らしがあります。通常、こうした毛色の異なる町は別々の場所に存在しますが、橋町ではそれらが一つのエリアに共存しています。人々がそれぞれの好みに基づいて住む場所を選べ、幅広い価値観を受け入れているこの町の懐の深さこそが、橋町が住みたい街ランキング1位と言われる理由なのかもしれません。そして住みたいエリアによってその人が暮らしに求めているものも見えてきます。人のぬくもりを求めるのか、便利さを求めるのか、それとも静寂を求めるのか、皆さんは橋町の中でどこに住んでみたいですか？このチャンネルでは今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、よければチャンネル登録と高評価、そしてハイプをよろしくお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。